作家と編集者の関係について一言話します。無事集英社に入りまして、就職試験を受けた前の年に創刊された集英社の月刊プレイボーイが大好きで、ここに行きたいって話をずっと面接でこの紙面を分析する形で話をして、それが通じて入れたと思ったんで、絶対にここに配属されると思ったんですね。で配属されたのが少年ジャンプだと。これが衝撃で、なぜかというと、僕は漫画を読んだことがなくて、実は少年ジャンプっていう雑誌があることも知らなかったと。そこに連れて行かれたってのは本当にびっくりしましたね。配属されていきなり辞めるわけにもいかないんで、雑用の傍らジャンプを読んで衝撃だったのが、一つも面白いと思えなかったことですね。これがショックで。新入社員毎日業務日誌を書かされるんですが、鳥島君が面白いと思う漫画の順1から簡単なコメントをつけて書いてって言われて、その日誌を出した翌日にジャンプを象徴する人気アンケートが僕のところにも配られてきまして、仰天したんですね。なぜかっていうと、僕がつけた順位と読者のアンケート順位が真逆だったんですね。でこれでね、面白くないと思ってた漫画がさらに分からなくなって、毎日やっぱり編集部にいても会社に行っても面白くないわけです。お昼ご飯を食べに行きがたら一人でサボりに隣の小学館の資料室があったんで、そこだと図書館になってるんですね。そこには集英社小学館含めてやっぱり出ている全雑誌がある。ふって漫画って他にどんなものがあって、どんなものが載ってるのかって興味を持ちまして、全部読んでみようと。そうしたところ大きな発見がありまして、他の雑誌に載っている漫画で面白いものがあると。昭和24年組って言われてるポーの一族を書いた萩尾本さんのポーの一族とか、竹宮恵子さんの風と木の歌とか、なぜ彼女たちの漫画が面白いかっていうと、やっぱりそこには知性が感じられる、人物の彫り込みがあって、画面構成がすごく実験的で面白いんですね。ああ、漫画にも面白いものがあるんだって分かって、どんどん漫画を片端から読んでいったんです。ある時ふっと一つのことが分かったんですね。漫画には読みやすいものと読みにくいものがあると。で読みやすいものは大概面白いんですね。じゃあこれほど山ほどある漫画の中で一番面白い、一番読みやすい漫画は何なんだろう。トーナメントで一番最後に残った漫画が千葉哲也さんの「俺は鉄平」で、これをコマを割るアングル、セリフ、いろんな角度からなぜこのコマなのか、なぜこの絵なのか、なぜこのアングルなのか50回分析して読んで、漫画にも文法があると偉そうにこれを鳥島メソッドと名付けまして、この鳥島メソッドが新人漫画家に適用した場合、彼らの漫画がめきめき漫画的なものから漫画になってって、それを雑誌にレベルが上がるから載せることができるようになり、なおかつアンケートが取れるようになった。でがぜん漫画が面白くなっていったわけですね。僕は全く期待されてない新人だったんで、あと数ヶ月で終わりそうな漫画だったらこいつにやらせておいても大丈夫だろうってことで、ドーベルマンデカって漫画を担当始めたんですね。これもさっきのジャンプと一緒で、コミックス一巻も読めなくて大嫌いな漫画で、だけど担当しなきゃいけないと。でその引き継ぎの打ち合わせの時にすごく嫌な思いをしまして、なぜかというと担当編集が非常に頭ごなしに漫画家に一方的にものを言って漫画家の意見を聞くってことをしないっていうね。ただやっぱり周りを見てるとそういう打ち合わせの仕方をしてる編集が非常に多かった。で僕は自分が担当してから漫画を描いている平松さんと最初に何をしたかったかっていうと、雑談をしたかった。はいいいえしか言わない彼にセンテンスを喋らせたかった。彼がやっぱり20歳前後の若い男の子だったんで、話をしてるとエッチなビデオが大好きだと。でこれを当時今みたいに潤沢にそういうものがないんで、先輩に聞いたりしていろいろ手配して手に入れて、それを彼に貸し出すと。3ヶ月ぐらいしたら彼と普通に話ができるようになった。
でそうこうしてるうちにブローソーさんが原作なんですが、ブローソーさんの原作がある回上がってきて、そこには初めて可愛い父兄さんが出てくるという設定がありまして、で僕の中でイメージはあったんですが、平松さんがキャラの書き分けができてなくて、全部面長の劇画タッチの顔なんですよね。違うなと思いながら持ってって入稿しようとした時に、どうしてもこれをね入稿したくないっていう気持ちになりまして、で平松さんに電話をして、今から行くからちょっと待っててくれないかと。僕はその絵を描き直してもらおうと思って、編集部にあった明星の歌本にアイドルの読者投票の人気ランキングがあって、まだ世の中にそんなに知られてない榊原郁恵さんが1位だった。でそれを持って平松さんのところに行って、この父兄はどうもこのイメージが何回もずっと見てたけど違うと、これを書き直してもらえないかって理由を話したら、分かりました、いいですよって言ってくれて、じゃあどういうふうに変えればいいかって言って、それを出して、それを元にスケッチしてもらって、いくつか書いてもらって、あ、これっていうキャラができて、でそれを書いてもらったんですね。で翌日それを入稿したら、なんと驚くべきことに10何位だったアンケートが3位まで上がったんですね。でこれには僕も驚きましたけど、平松さんもブロンソーさんも非常に驚いて、でブロンソーさんはその新しい父兄さんが出てくる回を新しく書いてくれたんですね。そしたらその回の次の回かな、1位になって、面白かったのはやっぱりキャラを変えただけでそれだけ反応がある。やっぱり作家さんとやり取りして何かを変える。僕がやっぱりそれを言ったことが役に立ち、読者が動かしたっていうことがすごくやりがいを感じた瞬間だったんです。これだったら漫画編集やっていけるかなっていうふうに思った時でした。皆さんこんにちは。イマジン大学という大変素晴らしい学びの場が誕生しました。イマジン大学とは何かというとですね、実は大学の枠を超えた自由な大学なんですね。本当に皆さんが世の中に出ていく、世界に出ていくお手伝いをする、そういう大学でもあります。でこのようなそのイマジン大学の素晴らしい活動をこれからしていきたい、日本を元気にする、世界を元気にする活動をしたいんですが、それに伴ってですね、今回クラウドファンディングを、お願いしております。クラファンというのはね、いろんな、形で行われていると思うんですけど、やっぱり一番大事なのは目的、パーポスと志だと思うんですね。我々イマジン大学はそのパーポス、目的と志、これについてはもう本当に皆さんに自信を持って、我々は本当に素晴らしい夢を抱いてますと言えるんだと思います。いろいろなね、額に応じてそのいわゆるリターンもご用意してますので、ぜひね、このイマジン大学のスピリットに共感できるなとか、あるいはぜひ参加したいなって、こういうものにまたいろんなねクリエイターの方とつながりたいなと、そして自分の表現も世の中に出していきたいなっていう方はぜひクラファンを通して参加していただけたらなと思います。実はこのイマジン大学 YouTube のチャンネルの方も大変人気でして、このクリエイティブに興味を持っているさまざまな方が、学生さんから社会人、ビジネスパーソンまで集まっております。ぜひご協力いただけたらと思います。このイマジン大学、誕生しました。そして日本のクリエイティブの力をこれからますます、発揮して日本、そして世界を輝かしい場所にする、そういうね個性が響き合う場所です。ぜひ、引き続きですね YouTube の番組、そしてリアルな講座などを注目していただくとともに、クラウドファンディングを通してですね、この素晴らしいリベラルアーツの大学を超えた大学、ご参加いただけたらと思います。以上、イマジン大学学長森健一郎からのご紹介とお願いでした。ありがとうございました。